皆さん、こんばんは。別所哲也です。今日はこうやってオンライン上にお集まりいただきましてありがとうございます。ショートフィルムフェスティバルアジア、代表をしております。俳優でもある別所哲也です。そしてもうこの Zoom 上の画面で、今 YouTube の方につながって、全国の皆さんにもご参加いただいているわけなんですけど、今日はZoom の形で、Zoom の中には実は映像事業者の皆さんにもご参加いただいていて、映像制作をしていらっしゃる方、フリーランスの方、所属をされている方も参加をしてくれていて、東京都だけではありません。神奈川、それから兵庫、北海道、大阪、いろんなところから参加いただいて、います。年齢層もいろいろな、もう20代から、15歳本当 ?15 歳学生という方もいますし、40代、30代、もう幅広く60歳までいらっしゃいます。で、画面上に映っている4名の方を早速ご紹介をしたいと思うんですけれども、記念すべき第1回目、今、もう皆さんご覧いただいていると思います。このコロナの状況下でショートフィルム、今日の出来事、A Day in the Home という作品をお作りになられて、リモートで制作されて発表されています。もうよく皆さんもご存知だと思うんですけど、実は映画祭もやってらっしゃって、熊本復興映画祭のディレクターも務めています。雪貞勲監督です。よろしくお願いします、雪貞さん。よろしくお願いします。はい。後ほど自己紹介を含めていろいろ教えてくださいね。はい、それから、もう一方は、今度はぐぐっと九州の熊本から札幌、北海道行きますけど、札幌の国際短編映画祭プロデューサーで、ショートフィルムをはじめとした映像事業の企画プロデュースをされています、久保俊也さんです。よろしくお願いします。久保です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして、もう一方いらっしゃるんですけど、カンヌ映画祭、ベルリン国際映画祭をはじめとして、世界各国の映画祭で作品を上映されるなど、本当に注目を集めていて、実は僕は同郷、静岡の同じ町で生まれたというのを後から知ったんですけれども、もう世界に名前が轟いております。平林勇監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、その他先ほどもお伝えしたように映像作家の皆さん、Zoom で実は顔はお出しにならずに参加なんですけど、実は入っていらっしゃいますので、皆さん最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。で、今日はですね、6月4日、僕にとってはものすごく大切な日で、ショートフィルムの日に記念日に日本では認定されています。これはなぜかというと、1999年まで遡るんですけれども、初めてジョージ・ルーカス監督、スター・ウォーズの彼のショートフィルムを11本だったと思うんですけど、日本で一挙に上映をする国際短編映画祭を始めさせていただきました。それがもうかれこれ22年前です。で、それが6月4日だったので、日本ではショートフィルムの日となっていて、実は今年は今日6月4日に国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバルアジア2020が東京を中心にスタートするという予定でした。しかし、皆さんもご存知の通り、こういうコロナの状況になって、映像作家の皆さんもそうですけれども、試行錯誤、映画祭も僕たちも秋の開催ということで延期をすることになりました。ただ、やっぱり6月4日、本当は映画祭始まる日だったし、ここで何か皆さんとつながっていきたい。特にこの、新しい生活様式と言われているこの今映画ってどうあるべきなのかなとか、それから映画のお祭りのショートフィルムも含めた映画祭とかお祭りってどうあったらいいのかなってことを本当に皆さんとつながりながら考えたいなということで、映画祭のニューノーマルとはというタイトルで、しかもですね、クリエイター目線での価値ってどんなものなんだろうということを今日はお話できたらなと思ってます。チャットもつながってるんで YouTube でご覧の皆さんはどんどんチャットの中でも参加していただけたらなと思っています。じゃあ早速もう僕が一人で喋ってもしょうがないんで、皆さん4人で大いに話していきたいなと思うんですけれども、まず近況、こういったことをやってますなんてことも含めて雪貞監督の方からぜひいろいろ教えてください。はい、雪貞です。よろしくお願いします。はい、コロナ禍でですね、僕はちょっと後ろに、うちの事務所ですけど、2つの作品が劇場、キュースはチーズの夢を見ると、4月と6月に、公開の予定だったんですけど、公開延期になったんですね。
で、ちょうど4月17日に、劇場がちょうどもう非常にね、緊急事態宣言が出たもう直後にもう、あと公開するのみだったんですけど、準備は整ってたのに、それがまあできなくなって、やっぱ結構ね、やっぱ落ち込むもんですよね。なんかこういう経験がないので、今までいかに普通に観客の皆さんに披露して、皆さんの前で流体挨拶をして、見ていただくっていうことがいかに贅沢なことというか、もう特別なことだったんだなと、なんかすごく実感することがやっぱ今回起きてしまって、でまあその延期しているっていう状態で、まあ延期だからまあ希望はまだつながれているわけですけど、やっぱ落ち込むんですよね。でまあその落ち込みを払拭するために、なんか映画でも作るかっていう気持ちになってそれがすごいですね。映画でも作るかっていうのは。でもまあもう本当に自分のために作った感じがちょっとあるんですよね。ちょうどその熊本復興映画祭って毎年4月に、熊本地震が4月16日、14と16っていうのが2006年に起きたわけですけど、それをなんかなんか毎年毎年思い出しながらも、それを乗り越えていくために映画のなんか力を与えられたら、皆さんに与えることで、なんか映画の力ってあるかどうか分かんないですけど、そういうものを信じてくれてる人がなんか元気に少しでもなってくれたらという意味で、その熊本復興映画祭みたいなことを、やり始めてたわけですけど、それもやっぱり延期になるんですよね。で延期になってる中で、なんかいつもなんか、自分たちで何かやれることなんだろうと言ったら、やっぱり映画作ることしかねえなっていう、そこの中でちょうど自粛されてる皆さんがちょっとひととき、なんかその時だけはなんかイベントをみんなで共有して、ネットを通じてですけど、リモートで皆さんに新作を見てもらうということで、今日の出来事は Day in the Home という作品と今だったら言える気がするというですね、を自粛期間にちょうど今日の夜中まで、0時まで配信していて、その後は、ある配信会社で、継続的に、見れるようになる予定です。じゃあ今日はこの、トークイベント、まさにオンラインで9時半までを予定してますから、その後ぜひ雪澤さんのオンラインでの作品、12時まで、0時まで見ていただけるということで。YouTube で公開しておりますので。ぜひそのお祭りのことも、それからこの作られた作品のことも、この後もお話しいただきたいと思いますけど、久保さん、じゃあ続いて札幌国際映画祭の現状と、それから自己紹介を含めてお願いします。久保です。別所さんとはですね、もう1999年に別所さんが原宿で始めたショートフィルムフェスティバルの時に、実は札幌でもやりたかったっていうことをですね、直接会いに行ったら、じゃあ一緒にやりましょうって言って翌年からショートフィルムフェスティバル in 北海道っていうことでスタートしたのが、実は札幌国際短編映画祭の一番最初の始まりだったんですよね。懐かしいですね。いつでしたっけ？そうです。いや99年初回の時に来てくださったんですもんね。そうですね。その時、新聞でちょうど別所さんの記事見て、でもともと代理店にいた時に、それこそ1990年に札幌国際短編映画祭の実は企画を書いていてなかなか実現しなかったんですよ。そしたら別所さんがそういうことをやられてるということで飛んでって、でまあそこから翌年、札幌で短編の映画祭っていうのがスタートしたんですけれども、そこから7年目にちょうど2006年に札幌国際短編映画祭という形で札幌市が主催に加わって、国際的な映画祭でまあ兄弟映画祭というか、まあ、僕らが弟分みたいな感じになるわけですけれども、東京とまあ札幌でまあ一生懸命やってると。で今年で15年目になるんですけど、まあ、映画祭まあちょっとバーチャル背景にね、こんな感じの映画祭なんですよっていうのをちょっと見ていただきながら今映ってますね。そうですね。これ去年のドキュメンタリーの様子なんですけれども、400席ある会場で、まあ多くの方々5日間でだいたい1万2着ぐらい来ていただけるような、別所さんなんかもゲストでね来ていただいたりもしてる、そんな映画祭なんですけれども、
今年も100の国と地域以上で、今まだ募集締め切ってないんですけど、3800を超える直近1年の最新作を集めてるんですが、もう3800を超える、過去最大の、応募数になってまして、今ちょうど見てる最中なんですけど、目薬こう差しながらですね。皆さん、プレビューするのがすごい大変なんですけど、ただこのコロナ禍で、別所さんの映画祭の方もそうなんですけれども、実際にこの後ね、どんな風に運営していこうかっていうのは、やはりちょっと、悩ましいところがあって、オンラインを中心としながら、リアルをどんな風に作っていくのか、もしくはオンラインだけになってしまうのか、その辺はちょっと本当に、別所さんの動きも参考にさせていただきながら、札幌の方も進めたいなというふうに思っております。映像もありがとうございます。続いて平林監督、ぜひ作ってらっしゃる作品のことや映画祭世界中のものにいろいろ参加されていると思うので、ぜひ教えてください。僕は20年ぐらいかけて20本の短編映画を作ってきまして、割と大きな映画祭はいろいろこう選んでもらってきてまして、実際にその映画祭にも行ったりしてきてます。で、それこそ例えばカンヌだったり行く前に、このショートフィルムフェスティバルで別所さんにこう選んでいただいて、そこからなんか僕の短編映画人生っていうのがすごくこう、なんつうんでしょう、別所さんに作ってますって言っちゃったことで、後に引けなくなったところもそんなことないでしょ。そもそもその前から映像作家だし、コマーシャルとかも撮影されてるし。そこからだから別所さんに別所さんを喜ばせようみたいな感じもやっぱあって、それちょっとやめましょうよ。そういうの言うとなんかすごいよいしょな感じになってくるじゃないですか。それでなんかやっぱ大きい映画祭に入りたいなと思ったんですね。そうなんかそういうのもあったり、あとは本当に地元が一緒なんで、そうなんです。本当もう兄貴といいますか、もう大先輩といいますか、そんな感じで。中学は違うんだっけ？中学もね、同じなんですよ。そうなんですよ。島田第二中学校って言いまして、そうですね、静岡県の島田市って言うんですけど、下田によく間違えられるんだよね。そうですね。伊豆の下田じゃない島田っていうところが、大井川っていう川があって、最近 SL で有名になって、昔よく寅さんとかね、いろんな映画撮りに来てたんですよね。すみません、話の腰を折ってどうぞ。で、今年、去年初めて長編映画をやっと作ることができたんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。で、それでしかもやっと劇場公開もできることになったのが、3月27が初日だったんです。なので、本当に小池都知事が3月25かなんかに会見して、そこからもう一気にそのイベントを全部やめてくださいって劇場からも言われましたし、何もその広報活動ができなかったんですね。で結局1週間で上映を打ち切りになっちゃったんですけども、その間にやってるのに見に来てくださいって言えない辛さが、そこが一番ちょっと辛いところで、やっぱ出演者の方々も来てくださいって言えないっていう、そこが多分すごくもやもやして、一番そこが悲しかったんじゃないかなっていう気がしましたね。そうですよね。せっかく作り上げたものがどういうふうに、やっぱりお客さんに見ていただいてエンターテインメントってようやくこう一つの形になるっていうところも、当然ね、僕も俳優だから分かるんですけど、そこの最後の部分を全てこうごっそりコロナというこの現実の中で、僕たちは今どうつないでいったらいいのかっていうところですもんね。さあ、じゃあ平林さんにもこの後もそのカンヌとかベルリンとか参加した時のその映画祭っていう祭りのあり方、じゃあこれからどうなるのか、くしくも今日カンヌの開催は会場開催は中止のようなんですけども、オフィシャルセレクションというのは発表されたわけなんですけど、
で、もちろん皆さんもここに集まっている人はご存知かもしれないですけど、アメリカもロバート・デ・ニーロを中心に世界中の映画祭をオンライン上で一つにまとめて、東京国際映画祭もそこに参加してやっていこうというムーブメントもありますし、そういうムーブメントも含めてこの後もお話をしていきたいなと思うんですけど、雪沢さんのその熊本の映画祭を含めて、なんか映像をご用意いただいているって聞いてるんですけど、はいはい。ちょっとそれ見てみますか。じゃあ画面共有させてもらって、ぜひいいですか。出してもらえると。じゃあ、こちらで出しましょうか。お願いします。はい。雪沢さんからいただいている映像をここに今ちょっと皆さんに画面共有でご覧いただいて、それでまたお話をしていきたいと思うんですけど、どうでしょう、出ますかね。あ、来ましたね。今、こちらですね。もうプロモーションみたいなことで、この、何年ですかね、6年ぐらいをまとめてたやつが、多分届いてると思うんですけど、はい。あれ、動かなくなっちゃう。もともと菊池映画祭っていうですね、熊本の、あれ、聞こえてますこれ。聞こえてますよ。温泉街がありまして、北部にあるところで、ものすごくやっぱりちょっとあんまり人がたくさんいるようなところではなかったんですけど、まあ、そういうところこそ映画祭ってなんかすごく盛り上がるんじゃないかなと、個人的には思ってて、すごく都会でやる映画祭って、まあそれはそれなりに見どころあるんだけど、あるなんかこう、なんていうかな、ある種ちょっと反監禁状態の場所ってなかなかね、そこで映画を見て、その街と触れ合ってだけしかないじゃないですか。そこなんか集中力っていうかね、なんかそういうところの世界の映画祭でも、僕そういう映画祭好きで、ちょっとこうひなびたところにある、ここどこみたいなところに連れて行かれた映画祭ってやっぱりね、すごくね、やっぱね、印象深かったんですよ。でそういうものを目指して、その温泉街で、温泉が良くて、街がなんかすごく美しくて、でもなんか、でもちょっと寂れてる街だから、ちょっと映画的でもあるんですよね。そういうところになんか、すげえゲストを呼べたらいいなということで、もう本当にそれこそ、高良健吾から始まり。今、熊本城後ろに映ってました。高良健吾君だ。はい。で、やっぱり、そういろんな人たちが来てたんですけど、2016年に地震が起きてですね。たける君、妻夫木君。はい。菊池映画祭という、その前身では菊池映画祭だったんですけど、やっぱり熊本県全体が一つにならなきゃいけないよねっていうことの中で、熊本復興映画祭という、パワードバイ菊池映画祭ということになってるんですけど、もともとはその菊池映画祭という小さな映画祭が、なんかこう、いろんなイベントもたくさんの人たち、熊本人が集まって、なんかこう大きなイベントにしていこうということで、熊本復興映画祭というふうにだんだん多くなってですね、この熊本城の前に野外スクリーンを建てたときに、プサンのね、スタッフに送ったんですよ。そしたら、その1回だけは1万5,000人人が集まったんですね。でその風景を見せたときに、なんかこう、プサンのね方たちからもすごくなんかすごいことやってんじゃんっていう、手作りなのにっていうことでなんかすごく言っていただけたのは、非常に僕としてもプサンの映画祭にすごく何度も行かせてもらって、ああいう映画祭っていいよなって思ってたところがあったんで、なんかそういうことでなんか自信があったんだけど、一つになる力を逆に映画祭が持てたっていうのは、非常に映画祭の成長としても非常になんかこう良かった。で、県民にとっても良かったし、で、ここに全国から人が集まって来てくれるようになったっていうのは、すごく、なんか一つの熊本の中でも、なんか映画で一つになれるっていうことを、なんかこう実証できた瞬間だなというふうに思ったりはしてます。そうですね。いや、これは、まさに監督が、ふるさと、郷土に対する思いもあるだろうし、今、奥大寺さんが出たりしますけど、熊本の特色を生かしながら、熊本を愛する現地からの方々も、それから俳優さんなんかも熊本出身の人もいれば、そうじゃない人でも熊本に集まることで見えてくることってたくさんあると思うんですけど、久保さん、北海道で短編映画祭やり続けてるじゃないですか。そうですね。さっきも映像を見させていただいてましたけど、改めてその映画祭の魅力、
等々も含めて。じゃあちょっと映像を切り替えましょうか。そうですね。いや、やっぱり、雪里さんはもちろん監督でもいらっしゃいますし、はい。つながりの中で、別所さんのところもそうなんですけど、我々の映画祭は本当に短編に、短編ばっかりなんで、うん。僕らの中ではもうすでに平林さんはヒーローなんですけれども、上田慎一郎監督とかね、カメラを止めるなとか、若い、これから伸びそうな監督が中心なんですけど、僕らがすごくやってて、すごく手応えがあるのは、ある意味無名の作品、無名の監督を見に、約、1万人弱の人たちが、来てくれてるっていうのが、非常に別所さんからの受け継いだスピリットをですね、意外と札幌はちゃんと定着、させて、これてるっていうのも、意外と札幌市民のなんとかこう見る目といいますか、うん。そういう若い人を育てようという観客が意外と多いのかなっていう感じは持ってるんですよね。うん、もう今何年目になりましたっけ？今年が15回目になるので、はい。だからでも、はい。通算20年近いわけですけど、うん別所さんのとこうん。ろからずっとやってますからね。もう、ここからどんどん、平林さんとか、雪沢さんもどんどん入ってきてほしいんではい。すけど、久保さん、どうですか？やっえぱり今、熊本映画祭の雪沢さんのを見ても、僕らの映画う祭も、もし映ん、像見せたらお分かりなんだけど、もうう、ん、今年からの映画祭って、そうですね。祭りでああいうふうに密集してそうそう密で集まれないじゃないですか。そう、どうあれはします？だから去年までの話っていう感じになってしまってるので、でしょ？どうするんですか、今年は。どうやだからりますか？ね、先ほど平林さんもおっしゃったジレンマですよね。来てくださいって言えないっていう、じゃあどうするっていう。それはリアルにってことですよね。そうですね。で、まあ、実行委員会の中でやっぱり話し合っていて、はい。割と早い段階でオンラインっていうのはやっぱり出てきてたんです。で、我々逆に言えば東京から離れているということもあったり、場ということになるとハンディキャップもないわけではないわけですよね。うん。だから逆に言えばそのオンラインっていうことになると、日本も海外も、ちょっと時差はありますけれども、そこでつながれるということで言うと、もしかすると、いい面もあるかもしれないっていうところを今ちょっと考え始めている。じゃあリアル全部やめちゃうんですか？まだわかんないですね。これだってうー僕らも今一生懸命ガイドん、ライン探してるけど、そうです映画館だってね。一人とか二人とか間を置かなきゃいけないとか、そうです後ろのね。列開けなきゃいけないとか、そうですね。劇場、演劇もそうですけど、1000人入る場所でもね、半分以下だったりするから、だから現実的に考えると、じゃあオンラインとリアルを両方やろうと思うと、予算もリソースもやっぱりどうしても食ってしまうので、ですよね。だから、リアルがあるとしても、その費用対効果をちゃんと見極めながらやらないと、会場費はかけたはいいけど、半分しか入れないって言ったら採算取れないじゃないみたいなことにもなりかねないわけですよね。ですから、だって入ってくる会場のところだって、それからボランティアとか映画祭をさせそうです、るスタッフだそうです。って、そうです、そうです。マスクをしてフェイスガードしなきゃいけないかもそうです、そうです。しれないし、体温測ってから入っていたそうです、だかなそうです。きゃいけないかもしれないし、そうです。今デパートやいろんなところがやってることを多分試行錯誤しながらだんだん、で、そうこうしてるうちに第2波が来た、第3波が来たって言ったら、うん。やっぱりそれに恐れながら、せっかく表現したものをね、どうするかって考えなきゃいけない。あとお客さんもそうなんですけど、それこそ監督たちがね、海外からやっぱり来てくださってたじゃないですか。はい。で審査員の方もゲストで来たりとか。だかうん。らそういうことも呼べるのか呼べないのかって話にもなっちゃいますし。まあ、世界中からお客様を呼ぶのうは多分、ん。雪沢さんも無理ですよね、多分ね。僕らも行うん。けないし、海外へ。一番の問題は、映画をどうやって見せていくかってことですよね。うん。だから結局、そのマルシーを作り手が持ってる、ある種自主映画的なものであれば、はい。見ていただくことができるわけですよね。うん。ただ、これが商業ベースで作られた
映画だったり制作委員会があったりすると、なかなかそれを共有してストリーミングで配信するっていうのはなかなかハードルが高いというね。はだから僕らは一応熊本復興映画祭は、まだ諦めてなくてですね、い。えもうリスクはもう背負うしかない。要するに観客を明らかに大きな会場の中でものすごく少なくして、半分以下にして、だってやっぱりそのことをまず探ってるのと、プラスゲストを呼んでトークをしたりそういうものだけは配信にするとか。でやっぱりそれは後付けで、まあ、映画自体を見れてないわけですけど、まあ、その映画にやっぱつなげていってもらいたいというかね、やっぱそういうことができるかどうか。やっぱり映画祭ってやっぱりすごくその多様性をやっぱりすごく重視している場所だと思うんですよね。だからやっぱりその大きなスクリーンでなんかもうぶっちゃけた話、こういう状況になっていくとやっぱり非常に配信って一つの手段だと思うんですよ。で作品の良さは、まあ、内容は伝わる。ただやっぱり作り手はやっぱりスクリーンに映写することを目的に作ってるわけなので、はい。そこの実態というものがすごく特別感が出てくるわけですよね。だからでもインディーズの人たちってそういうことをやっぱりどうしてもメジャーではないので、やっぱり短い期間で上映が可能になって、やっぱりその一回一回の上映というのがものすごく重要なことになります。特別なことですよね。だから映画祭ってやっぱりすごく重要になってくる。いやーもう、僕も人生には人間は絶対祭りが必要だと思っているタイプなので、それは映画のお祭りだけじゃなくて、いろんなこの夏の花火大会も盆踊りも、じゃあどうするんだ。じゃあ学生時代にとって大切な祭りである修学旅行や、まあこの間も甲子園がね、中止になったりして、僕も男泣きしましたけれども、そういういろんな人のいろんな祭りがなくなる現実があって、なくなるんだけど形を変えなきゃいけない。で特に今日は僕ら祭りをやってる側もそうなんですけど、祭りに参加してくれているクリエイターの皆さんとか、映画祭楽しみにしてくれてるお客様とかもいるわけで、平林さんは、まあ、制作者でもあるわけじゃないですか、はい、これ今後祭りに何を期待しますかだってリアルにもできない可能性もあるし。これ僕ちょっと思うんですけど、劇場で観戦するっていうことを科学的に検証されてないと思うんですね。なんとなくその一般的なガイドラインを当てはめてるだけなんで、そこをなんか例えば映画の団体がお金出し合って、劇場の大きさ別にどういうふうに気流が流れるとか、それをちゃんと科学的に検証する必要もあるのかなと思うんですよね。そうするともしかしたら可能かもしれないですね、普通の上映が。なんか地下鉄に乗ってて、地下鉄すごいやっぱ混んでるんですよ。これが OK でなんで映画がダメなんだっていうのは、やっぱりなんかそこは映画側が科学的に検証してもいいんじゃないかなってすごい思いますけどね。一方でこうドライブインシアターみたいなのも出始めてるじゃないですか。だからきっと屋外でやる映画祭ならいいのみたいなこととか、映画の上映のあり方とかも本当は暗闇じゃなきゃできないから夜だけしか映画流せないじゃんになっちゃうし、ね、映画って光の絵の具でできてるわけじゃないですか。これ結構辛いぞっていうところがあるし、これクリエイター目線で見ると本当にこの映画の祭りの中で何をどう表現するかってきっと今本当にいろんな人たちが感じているんじゃないかと思うんですけれども、雪貞さんも映画監督として、映画祭の本質って僕はなんとなく集まることだけじゃなくて、それをみんなでこういろいろああだこうだ言いながら評価したり、お客さんのから拍手いただいたりしながら、なんかこう磨かれる場所みたいなところもあると思うので、もしかしたらオンラインでもそれはできるかもしれないなと思ったりもするんですけど。どうなんでしょうね。その経験はまだないからわからないですけどね。やっぱりどうしても、まあこういう機会だと思ってですね、やっぱりどんどんいろんな形でそれぞれの多分このディレクターをやっていく映画祭をこう作っていく人間がいろんな形でチャレンジしていくしかないのかなとは思いますね。
これね、今ね、YouTube に入ってらっしゃる皆さんからもいろんなもうチャットで声が届いたりしてるんですけど、北海道のボランティアに参加しましたとかっていう方もいらっしゃいますよ。いえ、ありがとうございます。だからきっといろんな方々がいろんな声をね、この後も届けてくれると思うので、僕たちもチャットでいただいている声を見てますので、どんどん届けてほしいなと思います。いくつか質問というか皆さんで議論したいなと思うんですけど、これ映画祭としてコロナを受けて新しく始めていること、始めていきたいことっていうのは何か今具体的に久保さん、はい、今この時点で、言える範囲でいいですけど、アイディアとして、実際実験は始めていて、で仲間がドライブインシアターの実験を始めています。で我々も機材も買ったりとかいろいろして FM で飛ばしたりとか、そういうことをやり始めているのと、あとは事業化するためにはどうしたらいいかっていうプロジェクターじゃなくビジョンでやった場合には、どうなのかっていうことも今見積もりを取ったり、そういうことも始めてるんですけど、あともう一つは先ほど言ったオンラインのその実験ということで、先週かな、6月27日の土曜日にアメリカの在札幌米国総領事館というのがありまして、はい、でそちらの方とそちらの方からちょっと声掛けがあったので、我々の方で企画して、で、アメリカのショートフィルムをみんなで見ようっていう企画をやったんですよね。で、今回と同じような感じで、やりまして、で、映画制作者もLA から参加して、で、出演者も来て、思いのほか盛り上がったんですよ。それで、もしかするとこれはありだねっていうのが参加した方80人限定だったんですけれども、応募は80人以上来て、でみんなの意見も聞きながらこれはありだねっていう声が結構多かったので、開催までの間にそういうちょっとプロセスを、いくつかちょっと踏みながら慎重に、やっていこうかなというふうには、ちょっとオンラインの可能性の追求もちょっとやろうかなというふうに思ってます。これちょっとここからぶっちゃけトーク的に突っ込んでいきたいんですけど、雪沢さんとはいえ監督とかになってくると、これオンラインって著作権どうなるのとか、音楽配信権どうなるとかっていう問題とかにもぶち当たっていくじゃないですか。そうですよね。これ雪沢さんとかどう考えてますか？これクリエイターって多分ショートフィルムだとまだそこって結構いろいろ議論の余地もあるんですけど、これやっぱりフリーズしてしまいました。フリーズ、いいところでフリーズしましたね。動きました。動き出しました。はい。雪沢さん動きましたか？大丈夫ですか？動いてまた止まりました。これは答えたくないっていうことですかね。これ平林さんには後で聞きますし、今日きっとクリエイターの皆さんってオンラインってとはいえ、質問がね、きっと聞こえますか？あれ映画祭をやっていく上でクリエイターの皆さんもすごく逡巡して悩むことって、作品の権利とかオンラインで先に流しちゃったら映画館ではとか、権利のクリアとか、ぶっちゃけ消えた入り直すのかな。ちょっと大丈夫ですか。この生感はたまりませんけど、今一番コアなことを雪貞さんに聞こうと思っていたときに、平林さん、じゃあちょっと先にぜひ教えてほしいんですけど、この権利とかね、この僕今まさに今これから上映される映画祭があるんですけども、ヨーロッパとアメリカの映画祭がありまして、やっぱりワールドワイドで配信されると、どっちかにプレミアが全くなくなっちゃうっていう、そうか、その相談をされたんですね。だからオンラインでもやっぱりどこで上映するかっていうのを決めないと、なかなかその権利だったり、その映画祭の価値というか、プレミアがもうなくなって全滅しちゃうんですよね。その先の。
だからそこは映画祭の中でもそのルール作りも必要になってくる気がすごくしてますね。そうです僕らもね、だからすごい悩むんですよ。僕も俳優だから、うんクリエイターの権利を守っていきたいっていう思いはすごく強いし、映画監督たちが作ったものが大切なものとして、こう、初めて上映される場所とか、うんその後、ちゃんと、興行でお金をちゃんといただけるようにするっていう仕組みがなきゃいけないと思うし、20世紀にそれがちゃんと作られた上で映画祭っていうものもあるし、雪沢さん戻ってきましたね。はいはい。戻りました急に消えちゃったのかと思った。今で調子が悪いみたいで聞こえますこれ。聞こえてます、聞こえてます。はいいや、今まさにクリエイターの立場、映像作家としてもそうだと思うんですけど、映画の祭りもオンラインになっていくと、世の中のもの何でもオンラインって、僕ももちろんそれに前向きなんですけど、じゃあ、とはいえ、今日、例えば、ズームの中に集まって聞いてくださっている方も、YouTube で聞いてくださっている方も、作品がね、権利が毀損されてはいけないと思うし、どうやってじゃあ、祭りをオンラインでやっていく上でも権利クリアしたり、あるいは配給という映画のビジネスをやっている人たちとの関係でどうやっていったらいいんだろうなっていうのは、やっぱりこの山越えなきゃいけないじゃないですか。ね、難しい問題ですね。やっぱね、そこをやっぱりクリアするってどういうことなんだろうなっていう。やっぱりどこまで行ってもやっぱりこう作品性っていうかやっぱりその映画をプレミアとしてどういうふうな位置づけをするかっていうのが一番難しくなるんですよね、きっとね。でもきっとアメリカなんかもちょっと始まりましたけど、映画館の前にオンラインで、お金をいただく形で上映をするとか、あるいはネットフリックスやアマゾンと組んだものがもうすでにコロナの前から実はそういうことをやっていて、後から映画館で流れて、後からアカデミー賞を取るみたいなまあアカデミー賞はもともと後なんですけど、でもそういう作品を今までは受け入れていなかったものが受け入れていったり、結局映画祭も今回思いっきり世界中でこの状況の中でオンラインに移っていく。そうなってくると、やっぱり大きな一つの、今までの映画館で見たいっていう気持ちも僕も全然まだあるし、それを大切にしていきたい、そういうムーブメントもミニシアターを含めて守っていきたいっていう気持ちは当然ありますけれど、もう一つの大きな舞台というか場所が一気にこれで映画祭も含めてネット上になっていくし、きっと平林監督も雪貞監督も作品も長編であっても短編であってもネット先行配信とか上映とか試写会とか、じゃあお祭り先行でやろうかとかという木貞さん出てきますよね。まあ僕個人がね、映画ファンとしてですよ、やっぱり例えばローマを、ネットフリックスで見ますよね。はい、これやっぱ劇場で見なきゃっていう本能的なものがやっぱ動くんですよ。マリッジストーリーもそうでした。やっぱり劇場に行くんですよね。やっぱ見たいものは見たいんです。やっぱなぜなら作り手はそのサイズでそこでスクリーンで全部計算が成り立ってるわけなので、でこれはマーチン・スコセッシ含めですよ。もう世界基準としてそれはもう実証されているわけですよね。でも圧倒的に、やりたいことを要するにエッジを丸くすることなく作れてる環境が、そのインターネット上での配信になるんですけど、完成度としての自分が作り手が求めるものがどこなのかっていうことがすごくみんななんか素直に今動いてるんだと思うんですよ。なるほどね。だから世界中が例えば200何十カ国みたいなことになっていくと、世界中がこう相手なんですよね。観客がそれだけいるってこと。で例えば国内で、僕らが例えば、2億円ぐらいで映画を作ったとしたら、いろいろ宣伝費いろいろして100万人っていうのは目標になってくるんですよ。100万人って目標になるんだけど、ひょっとすると、これからは多様性って
っていうのは、やっぱりその配信にはちゃんとキープできてるっていうか、平等、要するにへんてこりんな誰も理解できないような、だけど映画としてはなんか見たことなくて面白いよねっていうものと、はいみんなが見たいと思ってたスターが出てる、基本的にウェルメイドで面白いものってあるじゃないですか。それがね、同等に扱われるっていうことは、非常にいい時代になっていくんだと思うんですよね、それはそれで。確かに。うん。だからこそ、映画館がものすごく特別な場所になっていく。だから特別な場所なんだから、僕はちょっとそういうことを考えたんです、今回。だから、はい。観客が3分の1になったとしてもですよ、映画館は特別な場所なんだから、やっぱりどうしても映画館で見たい人たちは、そこに見に来るんだってことが、やっぱり実証されていくべきだと僕はやっぱり思っていて。だってということは、映画館の料金もちょっと上がるかもしれませんね、劇場みたいに。演劇の劇場みたいに。そうですね、可能性はあるんですけど、まあ、その差別化がどうされていくかっていうのはね、もうこれ、僕らの今話してることは、10年後の自分たちが聞いたら、こんな話なんだよねって。これ、ちゃんとタイムカプセルにちゃんと入れて、記念に6月4日にこういうことを議論したぞっていうのを、もう一回10年後にありますから。だからやっぱり僕はすごく、だからそういう意味じゃ映画館っていうものは非常に逆に、すごく重要なポイントになっていく。今までは僕は映画祭がそういう役割をしていくものなのかなと思ってたんです。だから多様性をキープさせるっていうのは、要するにビデオ作品であろうが、配信上でしかなかった作品が、今回深田監督の映画ももともとはテレビドラマがベースになっていて、カンヌのその映画版として再編集されたものを、特別なものが入ってるのかも僕わからないですけど、それはやっぱ作品として良ければ、やっぱりカンヌは選ぶわけじゃないですか。そうですよね。それが劇場につながっていく。いや、今日ね、僕J-WAVE の朝の自分の J-WAVE 東京モーニングレディオっていう番組で、深田監督に出ていただいたんですけど、リモートで。彼の監督の作品、カンヌに入ったんですよね。でも、原作漫画で、メーテレっていうテレビ局で作ったテレビの番組の再編集の4時間バージョン、超長編ですけど、これがカンヌがオフィシャルセレクションにするっていう時代ですよ。そうすると、なんか、テレビとか YouTuber だとか、シネマだとかって言っている、その境界線がどんどんこう、重なるっていうか、にじむっていうか、だから今こういうコロナになってくしくも映画監督たちみんな映画をオンライン上で雪沢さんも含めいろんな試行錯誤でお作りになり始めて YouTuber になってるわけじゃないですかぶっちゃけだからドット映画関係者 YouTuber になるっていう時代に突入していてきっと僕は今 YouTuber でいる人たちが戦々恐々としてると思うんですよ。だって他のですよ、他の野球場でやってた人たちが、まあ言ったら違う球場に来て、バット振り出したわけですよ。だからそうなってくるのは僕は面白い時代で、平林さんもだから YouTuber なんですよ、もう。映画監督でありながら。違います？ちなみに今、YouTube の方でコメントをいただいている方から、その背景はパラサイトですかって来てるんですよ。そうです。はい。パラサイトです。映画パラサイトですね。はい。はい。それはどうでもいいんですけど、すいません。その上で、今の質問に答えていただけると。世の中に溢れてる YouTube って、本当にダイレクトに刺激が強いというか、なんか距離が短いんですよね。本当に辛いものを食べたいとき、辛いものを食べるみたいな、そことやっぱ映画って何でしょう、出汁みたいなところがあるんで、そこが競合してくると、出汁の味は負けちゃうんじゃないかなって、すごい、そこはちょっとそんなちょっと弱気なことを言わないでよ。心配しちゃいますけどね。でも面白い表現ですね。刺激物か出汁の味が分かるかどうかの違いだと。どっちがね、優劣じゃないですからね、欲しい時の。なんか大画面で見ること、料亭が劇場みたいな、あそこで
飲む出汁が美味しいみたいな、うんうんうんなんか料亭をなんか弁当で持って帰って家で食べても多分美味しくないんじゃないかなって思ってしまうみたいな、そういう例えといいますか。なるほで逆にど。YouTuber の映像を大画面で見ても多分面白くないと思うんですよね。うん特に変わりがないというか。だから、あんまりその映画の人たちが YouTube に入ってきても勝てるのかなってちょっと心配がありますけど。この辺、ちょっとすみません、久保さんにもいろいろ聞きたいんですけど、ゆきさんさんちょっと待って、ゆきさんさんちょっとね、作られたじゃないですか、作品。はいはい。YouTube のね。そう。はいやっぱり作り方全然違います違います。なんか発見ありますだって3日で脚本作って、企画から公開まで2週間なんですよね。何がすごいかっていうと、あれだけ結構なキャストですよ。出てる方たちが。中井貴一さんとかも出てるけど、みんな個人的に自分たちが OK だったら OK なんですよね。いろんなプロセスがないんですよ。それでなおかつリモートで撮ってるから本人たちに全部任せてる。要するに俳優の自主性。だから僕はなんかすごくやってて、エリック・ロメールの後期の作品がすごい好きで、フランスのエリック・ロメール、はい。少人数でやってたんですね、彼らはね。それである時の発言で10万人ぐらい俺の映画を見てくれれば、まあリクープできるから、この人たちに向けてるんだよねって言ってたんです。だから16ミリで撮って、まあ、要するにすごく小さなスタッフでやってるんだよっていうインタビューを読んだ時に、なんか理想だなと思ったんですね。俳優がメイクをして衣装も着て、自分の背景まで決めるっていう言い方をしたんですよ。でそれに近いものを僕も今回はなんか味わえたっていうか、もう本当に脚本を渡してそれぞれこんなことかなっていうのをみんなが持ち寄ったスケッチですね。でこれで面白いと思ってくれたのは何かっていうと、圧倒的にみんなが面白いってちょっと甘くないかって自分に僕は思ったんですけど、これ面白いって簡単に言ってくれるのはすごい嬉しいんだけど、ちょっと甘くないかなと自分に厳しく言うとそう思ったんですけど、なんで面白いって言ってくれたかっていうと、多分ね即時性なんですよね。要するに何の予告もないんですよ。突然バンとこうやるから筋書きも何も知らない。でこの人たちがどんな関係かも知らないから、こんなに俺たちって宣伝ですり込んでお客さんに来てもらおうとしてたんだな。だから映画祭で映画を見ると面白い映画に出会うじゃないですか。それってその映画祭を信用してるから、映画祭に行くことが選んでることなんですよ。そこに出会いがあるからね。出会いがあるから。なんだかわかんないけど、見てたら、あ、めちゃくちゃこの監督のこと知らなかったけど面白いな、これ。全然知らない役者がいっぱい出てるけど面白い。でもこれが本来、なんかないといけないんだけど、僕らはやっぱりその、なんだろう、前評判とかそういうものにやっぱりすごく左右されて映画を選択してるんだなっていう。そうですね。そうか。久保さんどうですかこの映画作りの変化、コロナで。僕はだから今さっき言ったように、軒並み、結構有名な監督も、それから、今日も見てるかもしれないですけど、斎藤工君のような俳優さんも、自ら仲間を集め、なんだろう、映画的な物語を作り始める、演劇の世界にもそういうことをやり始める人がいる、渋谷区神南のテレビ局もそういうことをやり始める。どう思われます？いや、もう、明らかに変わっていくんだろうなっていうことを前提にしないといけないんだろうとは思ってるんですよ。で、僕も親戚が小樽でやっぱり映画館をやっていたり、大学もやっぱり8ミリ映画撮ってたりやっぱり大きいスクリーンで見ることが僕の中ではやっぱりデフォルトだったので、ショートフィルムをじゃあこのパソコンで見るっていうのが、まあ個人的にはまだ馴染めてないんですよね。だけれどもなんだろう、いろんな可能性をこれ追求していかないとならないんだろうなっていうのを、まあ自分に課した課題として持っていて、で、劇場の解決方法は先ほど平林さんがおっしゃったように、換気も結構いいらしいんですよ、消防法の関係で。で、みんな前向いてるし、喋んないし、だからその劇場は特別なものというのは本当にそうだと思いますし、そういう、
なんか価値を高めていくっていう活動はやっぱりしていかないとならないし、個人的には大きいスクリーンで見たいですけど、ただ逆に僕らのその例えば映画祭で言うと知ってもらってないんですよ、ある意味。なかなか芸能人がいるわけじゃないし、僕も芸能人じゃないし発信力弱いんですよ、めちゃくちゃ。で、平林さんは結構オンラインでね、自分の作品をこう発表されてるし、世界中の人がご覧になってたりするんですけど、意外と日本の作品、ショートフィルムで素晴らしいのたくさんあるんですけど、本当に知る機会がないんですよ。なので、もしかすると知ってもらう機会を作れるんじゃないかっていうところを、まあ、今そのさっき研究とか試行錯誤っていう言い方をしましたけれども、前に向けていくためのちょっとそれの実験はしていきたいなっていうふうには思っているところでしたよね。ただ先ほど言ったようにちょっと権利処理の問題があるので、僕らが選んだやつをオンラインでやりますけどいいですかっていう許諾を得た上でやらないとならない。だからそこでちょっと無理です、もうディストリビューション決まってるんでオンラインは無理ですとか、まあ、そういうのも出てくるんだろうなという想定をしながらになりますけどね、その場合は。一つ僕思ったのは、多分一番スタートするとして、今僕ちょっとジャストアイデアですけど、映画祭や映画館が映画を作り出すっていうのは一つある。要するに映画祭や映画館が映画を作り出す。投資するんですよね。もちろんそれは助成金かもしれない、中助成金かもしれないですけど、そこで映画を作る。僕は美しい人っていう映画を熊本復興映画祭で美しい人と美しい人サバっていうのは、やっぱり助成金を半分入れながら、まあ、もちろん民間からもお金集めて作った。熊本復興のために作った。で、オープニング作品作ったんですよ。その後は本当にいろんな人がかけてほしいというところはもう本当に無償でいろんなところにかけてもらった。でみんなそれで熊本地震のための義援金を集めていただいたんですけども、でも部分にはお金がかからずにもう使ってくださいと、見てもらってくださいっていうために作ったんですけど、それは一つの僕は成功パターンだと思っていて、だからそういう意味で言うと本当に僕はさっきスケッチで今回2作品配信した作品にはほぼお金がかかってないんですよ。でもちろん俳優さんはみんなボランティアです。でもその人たちが今こういう状況だからっていうのはもちろん理由はあるんですよ。ただそうじゃなくて、実際どれぐらいの課金制度を作れば一つの低予算で作ったものが自分たちの作品として見せていけるってことがたまっていくとか、でそこに賛同者が集まって作品をその映画祭を通してとか、その映画館を通して一つのレーベルっていうかブランドを作っていく、ブランディングしていって見せていくっていう意味で言うと、そのマルシーはそこに依存されるっていうかね、ちゃんとそこにキープされるっていう、これは一つもしかしたら、さっき YouTuber とおっしゃいましたけどなんか本当にもしかしたら課金でいて、僕は並行してその映画館では見せたいんです。そこに行けばちゃんと映画体験はできるんです。本来望ましい、最も望んでる映画体験、こういうことが実は起こっていってもおかしくないのかなと、今の話を聞いててちょっと思ったんですよね。まあ、映画館はライブっていう感じが僕もしていましたよね。だから音楽産業でいうとラジオとか MTV とかでガンガン流れるじゃないですか。それで知ってもらうんだけど、実際やっぱり生で演奏するライブっていうのがあって、だから劇場はそういう、まあ、映画館は映画祭は特にそのライブ作った人もいますから、というようなイメージをすごく持っていて、だから本当は集まってほしいんですだからそれを、そのライブをやっぱりもう一回再開したいっていうのはもちろんありますし、まあ、あとはどういう形で再開できるかはもう一方で考えなきゃいけないっていう。でもう一方で僕がさっき言ったのは知ってもらってないので、ポピュラー音楽がラジオとかでガンガン無料で流しててたわけですよね。それを聞いて CD を欲しいと思ったりライブに行きたいと思ったわけですから、だから知ってもらう手段としてはもしかするとオンラインっていうのはすごく重要じゃないかと。でコンテンツの価値は僕は知ってる人の数に比例するっていう大学でちょっと講義を勝手にそういう法則を作ったんですけど、
だからやっぱり知ってもらわないと、やっぱりそこから先が進まないっていうのが、僕ら短編をやってて、つくづく思っていたことだったので、そこはそこでちょっと追求したいなっていうのはありましたね。黙っちゃいました、みんな。大丈夫ですか？別所さん、あれ別所さんが。別所さんが止まってしまいました。本当にフリーズ。大丈夫かな。まあでも、僕はね、平林さんもそうですけど、なんかどういう形で観客に届くかっていうのがすごく重要ですもんね。そうですね。すごくそれは感じるんですよね。あ、別所さんが動き出しました。別所さんが固まっちゃった。あ、ミュートになってます。あ、すいません。固まらせてしまいました、ね。すみません、僕が落ちたんですね、今。申し訳なかったです。いや、石原さんの次に僕が落ちました。ごめんなさい。いや。あ、でもよかった。今ずっと進行してくださってたんですね。あ、何気に。ありがとうございます。いやー、こういうのも10年後にはあんな時もあったのかなっていう、まあそうですね、ログインがピーヒョロヒョロヒョロってやってたあの時代とか、すみません。皆さん大変失礼いたしました。戻ってきました。はい、ああ、ドキドキしました。さて、今何話してたんですか？みんな。いや、まあ、僕の立場だとせっかく素晴らしいショートフィルムがあって、観客の方も毎回アンケートに書かれるのは、これはあとどこで見られるんですかっていうのと、あとはやっぱり見に来た人は分かるんだけど、何がそこで行われてるか、実は全く分からないんですよ。来たことがある人以外は。だからそういうジレンマもありました。なるほど。だ見れば大きいスクリーンで本当に素晴らしい体験ができるっていうのは僕らは分かってるんですけど、それをどうやってじゃあ伝えたらいいのっていう術をやっぱりちょっと今もう一回考え直すチャンスかもしれないとは思ってますよね。さあ、じゃあちょっと仕切り直しで3人にお聞きしたいんですけど、ニューノーマル、これからのシネマ、映画と映画の祭り映画祭のニューノーマルって何ですかね？今、久保さんいきなりドンという、まあいろいろ今まで話してきましたけど、雪沢さん、はい。いや、久保さんがおっしゃったように、知ってもらうことっていうのはすごく重要だなという、そのキーワードとして、僕は自分で映画祭をやっていてですね、すごく感じたことがね、一番印象に残った言葉は、自分が絶対選択しない映画を見ることができた喜びをみんな口々に言うんですよ。なるほど。こんな映画を私は絶対に、こんな映画って言い方はね、すごいことなんですけど、自分では想像もつかなかったですね、この映画を見る。でこれは絶対にまた固まりました？はい。はい。シネコンではもう自分では絶対に選ばない映画を、映画祭を一日堪能すると、自然とこうそれを経験するんですよね。それでこんな面白いんだと。その人が新人の監督とは思えないみたいな動きがある。やっぱそれってやっぱり知るって一つの、あれですよね。だから映画祭がやらなきゃいけないことっていうのは、やっぱりそういうことってやっぱりあるんだと思うし、それはこれからのニューノーマルのウィズコロナ、ポストコロナでも変わらないことっていう感じですか？変わらないですね。ただそれがやっぱりたくさんのオンラインで、その場所に行きたかったけど行けなかった人が他の県にいてとか、そういう人たちが果敢にこう熊本でやってる映画祭なんだけど北海道から参加できるっていうのは、わかる。ディレクター冥利に尽きるんですよ。僕ね、それね、すごいここからね、今、アカデミー賞とかカンヌとか横でつながり始めてるじゃないですか。そうですね。今もこうやって僕らもこうやって横でつながり始めてるじゃないですか。今まで以上にそのミニシアターの人たちもそうだのように、なんか映画祭やってる人も映像作家の皆さんも別に有名とか無名とか関係なく、めちゃくちゃつながり出すんですよ。でネットでつながってひょっとしたら札幌である映画祭であっても熊本である映画祭でもいろんな形で飛び込んで入っていけるじゃないですか。でも結局そこでそのフィルターでそこにある個性でしか表現できないものになっていくじゃないですか。不思議なことに。
多分、雪沢さんがやってらっしゃる熊本の復興の映画祭は熊本の復興の映画祭で、同じ映画かけてても、同じゲストが来ても多分違うものを映し出すし、はい、お客様と出会いがあるみたいな、そういうことは生まれそうですよね。いや、生まれますよね。うん、可能性っていうのはすごく満ちてる。ただ、やっぱり、だからそれが両立できるといいって話ですよね。僕はだから一つのガイドラインに沿った形で、例えば1000人入るキャパに300人しか、でもお客さんいるのといないのとだいぶ違うんだと思うんですよ。3分の1しか入ってないけども、でもそこにお客さんがいて、その人たちに向けてトークショーもしてるんだけど、それがオンライン上でちゃんと広がりを持たせられると、そこでどれぐらい成り立っていくのかってことですね、映画祭が。ただでさえ映画祭って別に儲けるためにやってないとこがあるじゃないですか。儲かんないです。全然儲からないです。平林さんは出汁とさっきの刺激のある食べ物みたいな話してたんですけど、映画を撮る人がコマーシャルの監督だったり、ミュージックビデオの監督が映画を撮ったり、そこって結構縦横無尽になったじゃないですか、この数十年で。YouTuber が映画監督になる時代に僕は突入したと思うし、さっきの出しの理論はすごいわかるんですけど、雪貞さんがすごい全世界的 YouTuber になることにもなる時代なんじゃないかと思うし、平林さんも YouTuber になる時代だと僕は思うんですけど、どうですか？で、それを受け入れなきゃいけないのが映画祭だっていう気もするんですよ。YouTuber をどう定義するかにもよってくるとは思うんですけど。でも。やっぱ抵抗ありますそこに。俺は違うぞみたいな。いや、あんまりその抵抗はないんですけど。ありそうだな、でも。あらゆるジャンルを映像、なんていうか、すべてのジャンルをその評価の対象にしていくと、何がいいんだろうっていうところが分かんなくなっちゃうっていう、なんか、例えば映画祭で選ばれてる作品って、あるテイストがやっぱあるんですよね。それぞれね。それが好きな人たちが集まってくるんですよ。ある種、レーベルってサロンなんですよね。サロンとか。そこのサロンの壁が取っ払われたときに、その場は本当にいい場所なのかっていう、そこはあんまりその自由になっちゃうと良さもなくなるかもなってちょっとこうネガティブな発言ですけど、そこはちょっと思いますけどね。だからね、これって映画祭やってるとある評価とか審査をしてくださったりとかあるわけじゃないですか。僕ら俳優も映画監督も。でも審査の基準すらこれから垣根が取れていくと、オンライン上でやってることが評価されたり、ね、それからローマのように、もちろんあれは巨匠が取ってますけど、映画監督としても。でも、ネットフリックスという場で作った連続性があったり、あるいは、映画として作ったのかもしれないけど、それをアカデミーとか映画祭が、受け入れていく時代っていうのも、なんかこう、変わっていくじゃないですか。だから僕はなんかこうショートフィルムの映画祭とかやってると YouTuber とか TikTok とかああいうところでうごめいている方たちがあるいは逆に言うと僕らの側にいるクリエイターや映像作家の皆さんもそっちで勝負していってそこでもっとなんて言うんだろう今までの YouTuber 的なものじゃなくてもっとなんだろうシネマ的なものをひょっとしたらこう世の中の人も求めてるしそれが結局また逆流して映画館でちゃんと見たいなと思う人が出てきたりとか、なんか全部こう一回ガラガラポンというかなんかそのはいなんだっけ別所さんがおっしゃっているその YouTuber っていうねあえてされてると思うんですけどやっぱりその一つのそのやっぱり映画祭が認めたっていうものってやっぱり一つの指標になっていくっていうか、みんなの軸になっていきますよね。でやっぱりでもちろんそこが最高峰なんだっていうなんか考え方もあるだろうし
でそうじゃないんだっていう考え方もあるだろうし、だけどなんかこう、これから多分別所さんがおっしゃってるのは、なんかどっちかというと、みんながそれぞれ自分の劇場を持ってですね、このオンラインでやるっていう場合はですよ、自分の作品をラインナップしていって、それをこう新作として発表していくのを、今までは多分映画祭が一つのブランディングして、ここの映画祭から出てきたスターがいて、観客も育っていって、で、そう、さっき平林さんが言ったみたいにそこに集まっていくんだけど、それがもっと個人化していくっていうね。すごい、雪沢さん、それが素敵な言葉です。みんなが劇場を持つ時代。ネット上に。それをおっしゃってたんですよね、YouTuber って言葉で。そういうことです。すいません。時間が9時に回ってしまったので、ちょっとここで、ズーム参加の若手クリエイターの皆さんも交えて、質問を受けながら、いろいろお話を、していきたいなと思います。本当に今日はズームに、兵庫県とか大阪とか北海道からもご参加をいただいてましてありがとうございます。いやー、いろんなね、あれこれは何ですか？あれ仕事じゃないのリリコさん。ごめんなさい。初めて嘘つきました、哲也さんに。何？ずっと見てます。うわー。いい顔でフリーズしてましたよ、さっき。いや、リリコ姉さんが登場です。びっくりした。いつもの程よいイケメンで、綺麗な顔でしたよ。楽しかったですよ、ずっと。はい。ありがとうございます。改めまして突然、本当にこれは僕も知りませんでした。嬉しい6月4日のサプライズゲスト、リリコさんありがとうございます。よろしくお願いします。参加してくださっている皆さんありがとうございます。いやびっくり。リリコさんは実は僕らのショートのアンバサダーもやってくださってますし、もうね。ちょっと待って、今、進行をしなきゃいけないんですけど、ちょっと待って。でもね、私はね、本当に今こういう風になってるのは私たちだけじゃないじゃないですか。みんな同じ状況にいるわけですから。で、私が映画コメンテーターになってた時期って、まあ今でもね、たまに聞かれるのね、この映画は何？映画館で見た方がいい？ DVD でいい？って言って、もう本当やめてその質問って、もう映画は映画館で見るためにみんなが作ってるんだよっていうことをずっと言ってきたんですけれども、で、その後 DVD、まあ長編の話なんですけど、DVD はもう永久保存版。私もやっぱり何回も5年後も見たいっていう。でもこういう風になると、なんかやっぱり思うのは、いい作品はやっぱりどの形で見てもいいんですよ。だからもしかしたらもう本当にその映画祭とかこういうふうに今この時代だからこそこうリモートでできるわけですよね。私もほとんど全部テレビ番組そういうふうにやっていて、でうちの主人も一緒に出てくれてちょっとリモート夫婦で呼ばれてるんですけれどもでもこういう時だからこそできることってできないこともいっぱいあるけどできることもいっぱいある。だから例えば、いろんな映画祭に応募してもなかなか受からないクリエイターの皆さん、それは悪いっていうことではなくて、もしかしたらその映画祭のそういうテイストだったりとか好みだったりとか、その審査してる皆さんの何かに合わなかったりとか、そういう方もどんどん配信できて、チャンスがなかった皆さんもなんかいろんな、ものが見られて、で、ショートフィルムフェスティバルアジアで言えば、例えば何本かまあ、もちろん秋にはなるんですけども、どういうふうになるか明日どうなるかわからないわけだから、最悪のことをいつも私は想像していて、ポジティブシンキングな女だと思われてる、おばさんだと思われてるんですけれども、そうではなくて実は一番最悪のことを考えて、それがうまくいった時になるほど最悪にならなかったんだ、だから良かったなっていうふうに思えるのが私のポジティブシンキングの多分根っこだと思うんですね。だからもし例えばたくさんの方が応募してくださってそれを何本か見て、それでこういうふうにファンのみんなと離島に住んでても一度も映画館その映画祭に来て来れなかった方もともつながれるかなって、先ほど監督もおっしゃったように特別な場所なんですよね、映画館は。だからそれがどんどん分かると思うんですよ。だから来年再来年もっとすごいことに
なる。一回はちょっと多分みんな苦しい思いをしなきゃいけないかもしれない。でももっと言えばそういう外の、私この前グリースっていう大好きな映画をちょっと見直したんだけど、やっぱり野外シアターでリビア・ニュートンとジョン・トラボルタがちょっとイチャイチャするところが大好きで、ああいう雰囲気もすごく好きだと思いますし、その映画祭とかで外だったらいいよって言ったら、例えばフットサルみたいな会場とかだと、なんていう屋根天井っていうのわかんない、日本語わかんない、なんかこうカバーあるじゃないですか、上って雨降っててもいける、だからそういうところも考えて、横からはちょっと振り込むかもしれないけど、もし雨だったら、でもそのなんかこうやっぱり会える場所って多分作れると思うんです。ありがとうございます。私はだから全てなんかこうどうしようっていうよりも、なんか本当にショートフィルムもうずっとね十何年一緒に哲也さんとやらせていただいて、それでもやっぱり私の周りにまだ映画祭行ってないんだっていう方が、今回家にいながらいい作品を、許可とかは多分こういう時期だからいつもほどうるさく言わないと思うんですよ。で役者もそうなんですよ、やっぱり。だからこれからね、うん、きっとね、いろいろ変わっていくんだなっていうのは本当に感じるし。そうです。はい、ごめんなさい。しゃべりすぎですね。はい、すいません。そんなことですけど、もうサプライズゲストだからもうびっくりしちゃってて。でも、これからちょっと一緒にいろいろ参加しながら話していただきたいんですけど、今画面上には実は YouTube でご覧の皆さん映ってるのは、ピンクのお洋服のリリコさん以外は、この Zoom に参加してくださっている映像作家だったり事業者の方々だと思うんですけど、もうざっくばらんになんか聞いてみたいこととかあります？質問とかあったら手を挙げていただいて。じゃあ岩崎さんどうぞ。はい。まず貴重なお話ありがとうございました。ここまで皆さんに今後のニューノーマルがどうなっていくのか、新しい普通、新しい常識がどうなっていくのかをお話ししていただいたと思うんですけれども、ちょっと別所さんのちょっと質問に似てるんですけれども、これからこう皆さんは個人的にどんなニューノーマルを作っていきたいのかとか、どういう常識を新しく作っていきたいのかを考えられているのかなっていうのは、私もちょっと、まだまだ駆け出しの監督としてはすごいちょっと興味があります。はい、どうですか、どなたか、北田さん、久保さん。僕ずっと言ってきてることなんですけど、短編映画をずっとやってきてるじゃないですか。で、はい、僕は10年後は、昔さ、映画って2時間もあったらしいよっていうなんかそういうイメージがあって、映画は長さじゃないので、長いのももちろんあってもいいんですけど、短いものの市民権を得たいっていうことと、あと短いものはさっき言ったように全く流通してないんですよ。もちろんお金にもならない。だからそれをやっぱり変えたいんですよね。で、音楽産業に僕はなぞえてるんですけれども、クラシック音楽っていうのがね、劇場でコンサートホールで聴いていた時代からすると、ビートルズが出てきて、それこそ4人で音楽作ってラジオでガンガンかかってそこにみんなが夢中になったっていうようなことがショートフィルムで起こるんじゃないかと、起こってほしいっていうのが僕なりのこのきっかけと。これがだからニューノーマル、新しい時代は僕もガラリと変わると思います。アメリカでキュイビっていうサービスが始まりましたけど、くしくも4月から。これ縦型の動画の短編映画だけなんですよ。でもうそうそうたるメンバーが、スタッフもそれから俳優たちも参加してるんで、ショートフィルムという短尺もののような、だからまさに久保さんみたいに、2時間の映画ばっかだったんだ昔はみたいなのがもう普通にそれがニューノーマルかも。映画は長さじゃないというのはもうそうなっちゃう。他には何かありますか？じゃあ、塩田さん。はじめまして、塩田です。貴重なお話ありがとうございました。ちょっと私、先ほど年齢の方でやった僕15歳で今高校1年生なんですけど、15歳。それで一応その中学校3年生の時からその映画っていうのを一応なんか作ったりっていうところをしていて、一応今3作ぐらい、全部ショートなんですけど作らせていただいていて、でもやっぱり絶対になんかプロの方には全く届かなくて、なんかいつも表現が全然追いつかないなってすごい毎回作るたんびに思うんですよ。でそれでなんか皆さんやっぱプロの方々で作品がもう圧倒的に違うなと思っていて、でそこでなんかそういった学生時代含めてなんか下積み時代って言われるんですかね、プロになって、皆さんから知られるようになるまでのそのなんて言うんでしょう、スキルの磨き方というか、
そういった部分をすごい気になっていて、教えていただけたらなと思います。すごい、15歳、もう寝ないとダメだよ。結構早い。いいよ、まだ大丈夫、9時だから。お話ししてあげたいけど、結構8時間ぐらい必要です。ちょっと、それ、後で個別的に部屋作ってやってもらって。これはどうですか、先輩としては、雪貞さんや平林さん。いや、プロとやれば大丈夫ね。プロフェッショナルが集まれば、自分のイメージを非常に、それが自分の思い通りにならないこともあるんだけど、非常にそれぞれが、やっぱり、僕自身もそうですね、自分一人だと何もできないんですよ。やっぱりそこに、やっぱ演者もそうだし、魅力的な演者が、役者がね、で、あとカメラマン、ね、それぞれのカメラマンやスタッフ、美術も含めて、それぞれの意見を持ってくるわけですよ。で、自分の想像を超えてるものもあるし、自分の想像より満たないものもあるんだけど、それをうまくやるのが監督なんで、自分のあれを磨いた方がいいんじゃないですか、想像力っていうもの。だからよく昔の人は映画監督になるには脚本が上手じゃないとダメ。で、それは何かって脚本をもとにみんなが想像を膨らますから。脚本を学ぶってことですね、自分でね。で、自分が想像した脚本が作れるかどうか。全然意味が分からない脚本でもいいんですよ。それがなんか想像力を膨らますきっかけになれば。多分そういう人と出会うってこと。なるほどね。平林さん。ありがとうございます。平林さん。雪貞さんと結構似ている意見でして、本当にプロとやると学ぶ量が半端なく多いんですね。で、特に15歳っていうのはすごいキャッチーなんで、有名な役者さんだったりスタッフの人はやってくれると思うんですね。だから今すごいチャンスだから、ダメ元でいろんな人に声かけてみるといいと思います。でも私もそう思います。人でつながりなさい、塩田君。人でつながることってとっても大事で、特に今後もね、何かを作りたいときって当然役者が必要なわけだから、そこにはもちろん事務所っていうものもあるんだけれども、どんどん事務所の形も変わってくるね。今回もなんかいろんな、ね、みんなで何かやろうって言って、今まで日本ってすごく厳しくて、We Are the World みたいなことってできなかったんですよ。やっぱりいろんな事務所があって、いろんな決まりがあって。もちろんそれは守ってあげてるからということだと思うんだけれども、どんどんそれが変わっていて、匠君なんてね、すごくこう自由で自分の、もちろん事務所はあるのよ、大きな事務所でも、すごく自分がやりたいことをこう手を挙げて自分でちゃんと動いてるところがすごく素敵だなと思っていて、彼見るとなんか毎回涙が出るんだけれども、そういう役者がどんどん増えてるから、逆にもちろん監督としてこれからいろいろクリエイトしたい塩田君だったら、その人とちゃんとつながること、もちろんマネージャーをハブセにしてということではなくて、マネージャーとも人間としてちゃんとつながることってとっても大事。なるほど。ありがとうございます。っていうつながりを大事に、ありがとうございます。出会いがとっても大事だし、大切。僕もノウハウよりノウフーだって教えられましたから、もうやり方よりノウフーだよ。誰と出会って誰とつながっていくかだよ。ノウハウはその後だよっていう。他どうですか、どなたか。ありがとうございます。いいですか。先にじゃあ中村さん、高橋さん。はい、今日は貴重なお話ありがとうございます。現場で LINE プロデューサーなどをしている中村と申します。雪里さん、平林さん、ご無沙汰してます。先ほどの個人が劇場を持つっていう考え方は、すごいなんか素晴らしいなと思って、塩田さんのような若者とかがどんどん自分の作品を発表できる場を、今後はその映画は映画館でなければならないっていうのはなくて、もっと個々がいろんな発表ができる感じになるとは思うんですけども、反面、映画スタッフが今現状このコロナ禍で、食えないっていう状況も当然あるわけで、早々にいわゆるプラットフォームというか、そういったものの確立をちゃんとしていかないと、その映像におけるプロフェッショナルの地盤が崩れていくんじゃないかなっていう不安がすごいあって、その辺に関してなど、ちょっと皆さんのご意見を伺いたく思います。
どうですか、どなたか。まあ多分我々が乗り越えなきゃいけないのは、やっぱり映画を作るっていう映画の資金っていうのは、やっぱりその映画館の映画館で賃料を取ったり、二次使用、三次使用といろんなところで、権限を広めることでお金がこう回収されるわけですね。で、担保として先にスタッフにお金が払われるわけですよ。そこはもうリスクなんです、作る側が。っていう構造じゃないですか。だからこれが、リスクをかけたものが、大半の、なんかすごく、僕も半分ぐらいの映画は、それに満たないものになってしまうとマイナスになるわけです。赤字になるわけですね。何十年かけて、リクープするっていう状態が続いてるわけですよね。だから、まず、多分、言っていた、自分たちが、どういうふうにすれば、その映画がちゃんとブランディングされて、自分の映画がそこにちゃんとしたお金がついてくる。ってことは、それは自己努力でしかないですよね。で、それがやっぱり本当は集合体で映画館があったり、映画会社があると、映画館がラインナップを、リスクを持ってくれてる。だから、要するに自分でどうしても映画を作れなくなっていったら、もう自分でリスクを取るしかないんですよ、僕たちは。でも、それでも取り返すっていうセンスとか、そういうものが問われてくるんだと。だから僕らは簡単に言ってるわけじゃなくてシビアなんですよね、そういうことをやるって。だからなかなか難しいんだけども、とは言いながら、従来の映画が、日本って結構すごいちゃんとした映画の全盛期があって、隆盛した時代があってからの今があるわけですよね。で、変わらなきゃいけないところは変わらなきゃいけないけども、やっぱりロードショーとか映画祭でやるプレミア上映っていうのは、やっぱり一つの同時代性を生むんですよ。やっぱりその映画館でしかざわめきがあるって、僕は黒沢作品をだいぶ後になって見る。七人の侍を何十年経った後にリマスター版で見た時の劇場でのざわめきがあったんですよ。例えばマグノリアって映画の時にカエルが降ってくるじゃないですか。言っちゃった。あれを知ってて見るか、知らないであの時に体験するか、全然違うもの。その性を買うか買わないか。これがもう今、僕は今回コロナ禍で一番感じたこと。確かにこういろいろリスクを取りながら、もしこのコロナ、ウィズコロナの中で、僕らみんな答え探しをしていると思いますけど、他に質問、さっき、中野さん手挙げてました。中野さんどうぞ。すいません。今僕が、京都芸術大学で、映像を学んでる20歳、20歳なんですけれども。寝ないとダメだよ、もう。20歳だよ。大丈夫、20歳。行定監督のGOを監督されたGOを見て、もう人生が変わりまして、もうそれから映画を作ろうと、思っているんですけれども、その映像作家として、映像監督として、ちゃんとそのお金をもらってその仕事をもらえるようにするには、どういう、なんというか、キャリアというか、そういうものを踏んでいくべきなのかっていうのをちょっと最近思ってまして、教えていただけたらなと思うんですけれども。そうですね。すごいことですよ、雪貞さん。人の人生変えてますよ。責任取ってください。安いけど、一の組で働いてもらうとか。でもやっぱり、そうだな。僕なんかはそういう気持ちがありましたね。もうなんか、なんだろうな。よくね、芸術家なんか目指したりとか、エンターテイナーみたいなのを目指すっていうと、やっぱり田舎の親とかは反対するじゃないですか。ロックバンドやろうとすると絶対反対するんですよ。でそれってなんか実は的を得てて、やっぱり結局ね、どっかで淘汰されてしまうかもしれないっていうことを、やっぱり世の中の人がそうやって多分認識してるんだと思うんですよ。でもない世界を想像したら、やっぱりあった方が絶対良かったって、やっぱそこに狂わされたり、魅了されたりした人たちですかね。そういう人たちが集まってるから結構本気度が高いんだと思うんですよね。僕なんかはいつも飯が食えなくなったら新聞配達やったり、
皿洗いやったりってやっぱり今でも思いますから。僕ずっと子供の時から新聞配達やってたんで結構得意なんですよ。で思ってる今でもだって朝だったら誰もみんなが起きてる前だったら仕事できるから、ってやっぱずっと思ってます。いつか映画撮れなくなったら。でもそれでもやっぱり映画やりたいかなと思うかどうかって。やっぱそういうのはみんなやっぱりちゃんと、なんだろう、あぐらをかいて、なんで飯が食えるほど甘くないんだと僕思うんですよね、映画をやることって。なんかみんな楽しいことをやってるから、そんなのは、なんかお前たちはいいよねって言われるけど、やっぱりその分リスクもあるんですよね。保証とかがなかなかされて動かないでしょ。で、みんな頑張って、もちろん、文化っていうのを火を絶やしちゃいけないから頑張るんだけども、だからなんかそういうところで、その覚悟があれば、多分伝わると思います、僕は。中野さん、ぜひ頑張ってくださいよ、20歳だし、はい、ここから京都からも参加ありがとうございます。もう全然ショートフィルムフェスティバル応援します。はい、ありがとうございました。短編映画をこれからも作ったり、そして自分で扉開けてってください。きっとノックすればリリコさんも答えてくれると思いますが。でもね、もちろん応援してる、中野くん応援してますよ。でもやめるのも一つの勇気だから、私がなかった勇気なの。だからどん底に落ちてホームレスも5年間やったけど、ただ一番大事なのは人のせいにしないことね。自分のインスティンクトをフォローしてこれいいかなとか、でも何かどの道に行っても別に映画じゃなくても人のせいにしない。そうしたら多分自分のことをずっと考えたら、もちろん人のこともね、でもそうするとやっぱ頑張る力ってできると思うのね。1に努力、2に努力、3に勇気だと思って。すごいな。地獄を知った。地獄を知った人の心をやっぱりね、言葉は強いな。5年間泥食ってたんで、やっぱりね、そこからね、お家に住めるようになってから、この国がどうなろうが、私がどうなろうが、2年間何もしなくても食べていけるぐらいの、やっぱり蓄えようと思ってたんですね。で、今でもやっぱり私は3本毎週生放送を持ってます。日本語は母国語じゃない。英語も母国語じゃない。スウェーデン語が母国語で。何人スウェーデン語わかるこの国。全然わからないけど、でも日本語でもしかしたら私が把握してなかった、例えば放送禁止用語があった。それを生放送で言ってしまった。干されました。それでも私は今5社ぐらいあります。働けるところ。そういうふうにいろんなね、種を自分でまくの。頑張れ。それがさっき言った人とつながることがとっても大事だよって。でもあなたはちゃんと日本語話せるから大丈夫だよ。この後個別に人生相談。わかります。質問をする勇気ってすごいんですよ。私だって行定監督に質問できないもん、勇気ないもん、そんなの。いやー、ちょっと待って、もうそろそろ時間が9時半に近づいてきましたけども、まだどなたか質問。まだ30分ありますよ。じゃあ清水さん。はい。秋吉さんいきます。清水さんからじゃあ。はい。すみません。皆さん貴重なお話どうもありがとうございました。ですね、ニューノーマルの中で僕も実際体験をしていて、10年かけてアニメ映画を作ったんですね。それで、やっと完成したのが、今年アヌシのなんか長編コンペに入ったんですよ。はいはい。でもちろんそのフランスの綺麗なところで、人いっぱいいるところで、ね、ワイン飲みながら楽しい思いをして、ワールドプレミアっていうですね、夢を描いてあったんですけど、そこでコロナでいきなりオンラインなんですね。そのがっかり感たりやっていうのがあって、で、この気持ちどうしてくれるのよと思いつつ、もっと大きな問題が、じゃあ配給どうするのかって話なんですね。やっぱり映画祭に来てくれてる、マーケットに来てくれてる人たち、配給の人とかにこうアクセスする機会っていうのがごっそり抜かれたのか、あるいはそれがオンラインに変わっちゃった中で、我々のようなインディペンデントでセールスエージェントもついてないようなところがどうやって、世界に作品を広げていくことができるのかっていうことで、皆さん知見があったら共有していただきたいなと思います。さあ、もうこれね、先ほどからも議論してきましたけども、出口の戦略というか出口問題、映画のこれからどこでせっかく作った作品を見せて命を与えていくのか。
答えがないですよね。誰が一番そういうのちょっとわからない。どうぞ。でもきっとこの答え探しって多分ここみんな全員がきっとされてるんだと思いますけどね。どうでしょうか、平林さん。僕は初めて作った長編映画でやっぱり配給会社をいくつかこう当たってったんですけど、やっぱり普通には扱ってくれないんですよね。だから配給の壁ってすごいあるなって経験はすごくしました。で、いろいろなんか探っていくと、なんかできました、じゃあ扱ってくださいじゃなくて、もっと前から話をしなきゃダメなんじゃないかっていう意見をすごくいただいて、だからそこはすごく学んだところでもありましたね。だから完成してから、つまりできる前に、完成前に、その流通とか配給とか出口をちゃんと考えていくっていう、もちろん大手の配給会社さんそれをやってるわけですけど、はい、そういう仕組みってことですかね。はい、もっと言うと、企画の段階から話してくれればよかったのにとすら言われるんですね。なかなか完成させてから何か動こうっていうのはすごく難しかった経験はしました。でもきっと清水さん、今作った作品をやっぱりね、命を与えて人に見てもらいたいっていう気持ちがあると思うので、僕はその主な舞台は本当にネット上にいっぱい溢れていくと思うし、それはYouTube っていうことだけじゃなくて、メディアとしても配給という形としても、実はそれは広がっていくし、映画祭も今まさに祭りの形がオンラインにもウィングを広げていこうとしているし、きっとそこでその作品の力があって声を上げ続ければきっと誰かに届いてつながっていく気がするので、ぜひ諦めずにいろんなところで見る機会を僕らも応援しますし作っていってほしいなと思いますし、ここにこういう人がいるよ、作品があるよっていうのをやっぱり届けるのが映画の祭りの僕らの役目でもあると思うので応援します。最後にじゃあ秋吉さん、なんかメディアの秋吉さんどうぞ。はい、東京ヘッドラインの秋吉と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このコロナ禍で海外の映画人の方とコンタクトを取られた方がいらっしゃいましたら、この日本の映画人、映画業界、エンターテインメントと海外の人たちは違うなというようなことを何かお感じになってたらお聞かせください。まあ、コンタクトは結構取ってますけど、そのコロナ禍という意味ではみんな実はまあ同じような状況ではあるんですけれども、まあこれコロナ禍以前の問題だと思うんですが、さっきもちらっと言いましたけど、日本の監督って海外にあんまり発信してないっていう感じがすごくします。なので多分別所さんもそうだと思うんですけれども、我々の映画祭を通じていい人いないかっていうのはものすごく聞かれるんですよ。で、平林さんなんかはそういう意味ではかなり果敢に海外に攻め込んでる代表格みたいな感じになってまして、でボイス・オブ・ジャパンっていう言い方をされたことあるんですけれども、全然日本はたくさん有名なものがあるのに、その本当に若いインディペンデントな人は何をやってるのか全く聞こえてこないと、声が。有名な作品はさすがにこう届いてるのはあるんですけど、若い人たちのムーブメントがちょっと分かんないっていう、そういうようなニュアンスはいつも言われますので、まあ逆に言うとすごく今年はどういうのがあるのとか聞かれるので、若い2人さっき言いましたけど、映画祭にはガンガン応募した方がいいと思います。日本も海外も。そういう感じはこれからもコロナ禍、アフターコロナも含めてむしろアフターコロナの方がそういうことを意識して世界中に自分の作品を見てもらおうというふうに意識した方がいいのかなというふうには思いますね。生田さんや平林さんどうですか、海外とのつながりの中で何かこの新しいニューノーマルコロナの中での動きって何か感じたことあります？日本との違い。秋吉さんの質問ですけど。今日ちなみにこれの前に日本コネクションというドイツの映画祭のインタビューがあったんですけど、やっぱり世界同時に起きてるこのコロナなんで、違いはすごくなくて、みんな同じ状況なんだなって感じがすごくしましたね。なるほど。生田さんはどうですか？
いや僕も日本コネクションの今度シンポジウムをね実際ドイツつないでやるんですけど夜中にやっぱり今の要するに彼らに関して言うとやっぱり日本が今どういう状況であるかっていうこととやっぱりドイツ自分の国がやっぱ同じような状況にあるってことの一つのなんか流れをやっぱり普段だったら僕らが現場まで行って皆さんと顔を合わせてやるんですけどもそれはやっぱりオンライン上でやるという。だからやっぱりみんな同じような戸惑いがあるし、でも映画祭はそれでも続けていくんだと。どんな形であれ、中止にしないっていう、やっぱこの気概みたいなものはすごく感じますね。だからやっぱ続けていくことで、やっぱり次につながっていくこと。で、これがどのぐらい続くかわからないんだけども、そしたらそれはそれでまた一つつなげていけるものを、なんか知恵をね、絞ってやっていく。で、それが多分僕からすると、日本コレクションはどんな形で、どういうふうにしていくのかっていうのは、一つの、僕らの自分が熊本でやってる映画祭の一つの糧になるような気がするんですよね。で、一番いい形がだんだんつながっていって、みんながこう横でつながっていく。で、それでなんかこう、なんか一つの形っていうものが、またそのニューノーマルって言われてるものがどうなっていくのかっていうのは、これからなんだろうなって感じはしてますけどね。はい、僕も映画祭で参加してくれる監督たちが作品を届けるのにコロナの感染者が家族に出たり、なかなか作品が届けられないという状況が海外の映像作家からも届いたり、しているのと、皆さんも言ってるんですけど、一番今だからこそつながってコミュニケーション取りたがってるっていうか、世界中の人がつながりながら手探りで、どうすればいいんだろうっていうことを今まさにこういう形を通じて、話し合ってるんだなっていうのは海外からも感じます。で、実際にリアルにもう日本になかなか来れないだろうし、僕たちも世界へ行けないので、より一層本質的にそれぞれの国の人たちが持っている価値観とか怯えとか不安とか、それからこれからの期待に対してもっともっとこのシネマってものが持っている表現が大切なものになると思うので、僕違うユネスコの場所でも言ったんですけど、医療従事者っていう言葉がありますけど、僕たちは文化従事者でありシネマに対する従事をする人間として、あるいはエンターテインメントに関わる人間としてもっと国際的に違うつながり方をどんどんしていくべきなんだなと映画祭を通じても思ってます。さて皆さん9時半を過ぎました。もうもしこの後出なきゃいけないという方はそろそろ、スペシャルゲストサプライズゲストのリリコさんが来てくれてもいますが、時間が来てしまいました。リリコさんなのでまた次の機会にとも思っているんですけれども、そうなんです。そろそろということなんですけど、でこのオンライントークイベントなんですけど、この6月4日ショートフィルムの日を皮切りにぜひ皆さんともこの後もつながっていきたいと思っているので、2回目もやろうと思っています。こちらは最新作の本気の印、先ほども冒頭でちょっとちらっと言いましたけど、今年のカンヌ映画祭のオフィシャルセレクションに入られました深田浩二監督をお迎えして、お話しする予定です。ミニシアターエイドの発起人でもありますけれども。で、後日ウェブサイトでこの今日の内容についても発表しますし、またご覧いただけるようにしますし、この先のことっていうのもどんどん情報発信しますので、ご覧いただいているこの YouTube のチャンネル登録をぜひ YouTube の方々していただけたらなと、YouTube 見ていただいている方々していただけたらなと思ってます。で、今日の22時、10時からです。もうすぐこの後なんですけど、映画祭の PTX で早速この後は申し込みできますので、ぜひ、ご参加いただけるように、お申し込みいただけたらなと思います。その後にはコロナ映画祭主催の方とかね、海外ともつないで、今度ここにワイワイ海外の方も入れて、クリエイターの皆さんともつながっていこうと思ってますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。そして今日ゲストで来ていただいた皆さんに最後に一言ずついただこうと思うんですけれども、行定監督の方からぜひ一言最後に。行定さん。はい。一言いただけますか、最後に。そうですね、すごく、いろんな話ができて、途上にあるんですけど、今こういうことが世界で同時的にやっぱり起こっていて、でも、それでも映画は多分
みんな作り続けるし、それでも作る、それでも見せようとするっていう。で、僕は一番大切なのは今日聞いていて、どんな風に自分の映画が届いていくのか。だからやっぱり僕らはやっぱり今まで、すごく今までに普通に上映されていくことだったり、映画祭で観客の皆さんにお会いして、すごくその場所の土地の、ね、風土みたいなものを感じて、で、評価もいただいたりすると、すごくやっぱり励みにもなるし、で、そういうことだったんですけど、もっとより自分の作品を磨いて、どんな風に、どんな形で伝わっていくのか。で、やっぱり、それでも大きなスクリーンで見ていただきたいという気持ちは多分みんなが持ってることだっていうことは多分感じられたんで、なんかやっぱりそこはやっぱり映画祭の使命でもあるだろうし、自分が映画監督としてやっていく限りはやっぱり大きなスクリーンでも見てもらいたい。ただやっぱり自分の映画がちゃんと届くことってことをやっぱりすごくやっぱ目標にしてやっていこうと思いました。ありがとうございます。久保さん。はい。僕らはショートフィルム専門でやってるんで、やっぱりなかなか知られないっていうのが一番課題にはなってるんですけど、このコロナ禍で、むしろその厳しいところがチャンスにならないかなと思ってて、TEDx 札幌の理事もさせていただいてるんですけど、TEDx って面白い仕組みで、あれステージがあるんですけど、メインは世界に配信することなんですよね。だからそれがもしかしたらヒントとしてちょっとイメージとしてあるかなと。だからやっぱり知ってもらうことの努力をしながら、そのことによってコアな部分が価値が出て、それができれば来年以降大きいスクリーンでですね、みんなが見たいという意見を集約して、そこに人が集まってくれるようになるといいなと思います。はい。平林さん。はい。このコロナの影響でこうやってオンラインでいろんなイベントがあったり、例えばあと中井貴一さんがあんなにすぐに作品に出てくれるとか、こういうこのコロナによっていい面で変わったことがすごく多いと思うんですね。なんで実際にその映画祭がリアルに開催されるようになったとしても、今得ることができたこのいいものをやっぱ財産としてなくしちゃうんじゃなくて、これはこれでプラスオンして、この先行けると、もっとなんか映画祭が楽しくなるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。リリコさん、一言。はい。いや、いろんなアイデアが浮かんでくると思うんですよ。これからみんな。これを例えば切って、ちょっとお酒を飲んだ時になんかこれいいんじゃないとか、誰かと喋った時に。で、それが、いや、無理だよねっていうよりも、ちょっと難しいかなと思っても、それを言い出す勇気というのが、とっても大事だと思うんですよ。私の日本での一番嫌いな言葉は、それ面白いけど前例がないんだよねってよく言われるんですけど、前例がないからやるんだよっていうことを、私ももう何回も口が酸っぱくなるほど言ってるんですけれども、でも今こそそういう時なんじゃないかな。なんかこうね、別所さんやってくれないんじゃないとか、リリコさんやってくれないんじゃないとか、監督やってくれないんじゃないとか、そういうんじゃなくて、きっとやるんですよ。でも言われないからやらないっていうか、そういうアイデアをこっちも知らないから、だからお手伝いできることは喜んでやりたいと思いますし、いつもテレビでこういうふうにリモートでやっても、今日も本当にそう思ったんですけど、やっぱりこう会場でやるのはもちろん一番いいんですけど、ちゃんと人の話を聞くんですよ。こういうふうに座ってると。ちゃんと耳を向けて、誰が今話してるのかなっていう、ちゃんとこう送って、ちゃんと見てっていうのも、ちょっともしかしたら普段、そんなに集中できてない人間かもしれないけど、そういうので、何かうまくつながって、そして中野くんと塩田くん、私は100歳以上まで生きますので、頑張って、いろんな作品を作って待ってますので、頑張ってね。みんな頑張ってください。ありがとうございます。いや、本当にだいぶ時間オーバーしてますけれども、今9時、43分ぐらいかな。9時半までの予定でしたが、本当にお付き合いいただいて皆さんありがとうございます。で僕、本当に嬉しいです。
俳優としてもそうですし、映画祭を主催している人間としても、こういう状況になって映画祭を延期してみて、あるいは俳優としても表現の場をすごく失っている中で、つながり合いながら何ができるかなって、まさに皆さんがここで言っているように、一緒に考えてつながっていく場をどんどん作っていきたいと思っているので、9月というか秋口ぐらいに映画祭をやりたいなと思って今準備をしていますけれども、詳しいことをまたリアルにできること、そしてオンラインでできること、そして、リーコさんが言ったように前例がないことをどんどんやる、そういう場になりたいと思っているので、皆さんのまた力もお知恵も貸してください。今日本当に参加いただいた皆さん、このまず Zoom で出てくださっている皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひいらしてくださいね。そしてYouTube で参加してくださった皆さんも本当にたくさんチャットの方にコメントをいただいて、もう嬉しい限りです。ありがとうございます。まさに僕は映画ってコミュニケーションアートだと思っているので、コミュニケーションしてつながっていくことをこれからも皆さんと続けていきたいと思っているので、まずこのチャンネル登録いただいて、そしてまた次の機会にお会いしましょう。それでは今日はここで締めていいですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、フォトセッションやるんだって、フォトセッション。写真を撮りましょうって感じなんですけど。撮れるんですか？撮れるみたいな。これ、僕らスクリーンでパッとこちらのホストが撮るので、じゃあ皆さん、こう、なんかシネマチックな、こんな感じで、どうですか？撮っていただけてますか？今撮ってますんで。YouTube 上で撮ってますんで、ちょっと時差がございますんで、もうちょっとこのまま喋りながらでも、笑顔を取りしながらでも。喋ると変な顔になる。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は本当に皆さん、長い時間ありがとうございました。僕も勉強になりました。というか、絶対一緒にみんなで何かをやりましょう。そして皆さんのアイデアもどんどん届けてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。